小畑です。日立や富士通、KDDI がジョブ型雇用を宣言して、大企業の社員がキャリア、オーナーシップを考える時代となりました。経団連企業の過半が兼業・副業を認めています。今後、働く人の意識が変わり、企業も変わるでしょう。ジョブ型雇用はジョブの市場化ではあってもフリーランス化ではない。社員はメンバーシップでもジョブ型でも社員です。終身雇用を前提としたちょい雇用を続ける企業もあります。業種業態で向き不向きがある。フリーランスは個人事業主なので、雇用契約ではなくて業務委託や請負で仕事をする人です。一人社長の会社は微妙ですね。一人で株式会社を起業して、法人で厚生年金と健康保険の支払いをして自分に給与を払う人です。所属は会社で法人契約なんですけど、働き方はフリーランスでしょう。業種を問わず大勢いるんですが、 IT の場合だとクライアント先で働くことが多いです。派遣とも違うんですよ。派遣は派遣会社の雇用を受けて派遣契約で働く人なので、フリーランスとは言わない。契約社員とか言ってた時代もあるんですけど、それも違う。契約社員だと有期で雇用を受ける契約なんです。雇用を受けている間は社員ですから、一人社長も人を雇えばフリーランスとは言わない。フリーランスにはメリットがあります。私は30歳の時に IT フリーランスを始めて、37歳の時に英国園芸コースに2年間留学して、帰国して3年間インドの IT 企業で雇用を受けました。リーマンショックで退社することになって、一人で株式会社を設立して働きました。キャリアデザインできたのはフリーランスだったからです。収入も社員で働くより多かった。会社があれば法人も自由にできる。年金保険もあるんですけど、クレジットカードやカーシェアとか法人で契約できる。資格の団体とか商工会議所とか法人会とかの地域活動もある。コロナでマンション価格が上がったので売ってファイヤーしたんですけど、活動をしなくても休眠会社として続けられるから身分は変わらない。自分の人生を大切にするならフリーランスの方がいいと思います。金より自分の人生を楽しむ時間の方が大事。お金持ちになっても心の自由がないと意味がない。大企業の社長になって年収億超えても周りに気を使って言いたいことが言えないとか、金があっても使い道が決まっているんじゃ意味ないでしょう。ビル・ゲイツみたいに20兆円あると慈善活動を始めちゃうんでしょうね。慈善事業って金なくてもできるんですけどね。ソフトバンクの孫さんもビジョンファンドを始めて溶かしちゃうし、金っていくらあってもキリがない。要はファイヤーできればいいんですよ。組織で働くのが好きな人も大勢いて、それはハッピーなことです。生きがいなんだから。ただ労働者というのは生活収入を得るために働くんですよ。ファイヤーして自由になった上でやりたい仕事ができればハッピーでしょう。 IT フリーランスは若い時からキャリアデザインして人生を楽しめます。決して身勝手な生き方ではない。結婚して家庭も持てるし、自分で社会のことを考えてボランティアもできる。組織だとしがらみができて自由に考えられなくなるんですよ。雇われる一番のリスクはマインドコントロールです。私は何度も社員への誘導を受けて断りました。社員にしたい理由は使い放題にしたいからなんです。心を従属させたいんです。社員教育は
会社の利益のために行うので、マインドコントロールです。フリーランスは自分でキャリアデザインして勉強しないとダメですね。ただ、市場価格がないと続かないので、自信がなければやらない方が、今後優秀な新卒が IT フリーランスでファイヤーを目指す人が増えると思います。